アンダー35アーキテクツエキシビジョン35歳以下の若手建築家による建築の展覧会記念シンポジウムを開演させていただきます。ここが皆さんのような多くの情熱の原点とこのように思っていただけるようになると、町としては本当に嬉しいと思っております。今年13回目 U35、誠におめでとうございます。非常にワクワクした、気持ちで見させていただいています。ここにいらっしゃる若き建築家の皆さん、そして建築家の卵の皆さん、皆さんと一緒にお仕事をさせていただくことを本当に心から楽しみにしております。これからの建築を本当に話していけそうな気配が漂ってたので、その辺をじっくり話せればなと思います。今年の出展者たちの展示を見た人も多いと思うんですが、すごいモリモリの展示で、この後の議論を楽しみにしています。本当に今回の出展者の方々、熱量がすごくてですね、一緒に今日議論できるのをすごく楽しみにしています。バルト三国のだいたい15万人ぐらいから80万人ぐらいまでの小さな都市を4つ回ったんですね。さっき展示会場で若い人たちの建築見てると、建築はまだまだ負けてないぞという、希望を持ちました。出展者の皆さんは、ぜひ、展示で、なんかちょっとその表現、しきれなかったところを皆さんで、建設的な議論が、できればこの場が盛り上がるかなというふうに思っています。この後の発表をぜひなんかこう眠くならないようなものを期待してます。多分すごく伝えたいことがたくさんあるんだろうなっていう、なんかこう兆候のようなものを感じて、この後の議論をとても楽しみにしております。展示自体はまた今年もいろんな新しい視点が出てて、やっぱ新しい世代出てんだなということを強く感じたので、また詳しい話をこれから楽しみにしています。聞いてらっしゃる方も多分またこれをネタに私たちの世代なり、自分の世代とか違いとか、なんかそういうのをまた大学生の皆さんも議論してもらえるといいかなっていうふうに思います。火災から都市を守るような建築の素材から発想することで都市を守ることにつながるのではないかといったイメージで、一枚の壁として実際の展示では、木造の壁を展示しています。焼け落ちた炭の部材をそのまま生かすことで、建築の一部に組み込むことで素材と法規を拡張し、今回は漆およびレジンによって可能性を示せればと思いました。私は設計者でありながら一人の制作者として建築と向き合っていきたいと思っています。それのそれらしさについて、というテーマ設定をして設計を行っています。人間の振る舞いとか、構造的な要件とかそういうこととは無関係に形を成立させるプロセスを設計して、そうしたものを建築と呼べないかというふうに考えています。でこの、ベネチア・ビエンナーレのロシア館が暗い空間があったりとか高い空間があったりだとか、そういったものを、共存できるように調整しました。で、このロシア館を、経て、僕らは作ることを作ろうこと、直していったりとか手入れしていったりとか、そういったこととして捉えていきたいなというふうに学びました。小石川植物園を拠点に、小石川植物祭っていうものを、総合ディレクターとして設計していて、祭りごとみたいなものっていうのも建築の活動の一部としてやっています。Toward a Non-Architecture というマニフェストを掲げて、展示をしております。関係性そのものというか、多義的な何かを作れないかなというふうに、考えています。模型を梱包してきた箱をそのまま展開して配置して、もう展示にしちゃってるっていう、その梱包とか輸送自体も建築のヒントにならないかっていうプロジェクトです。で、偶然の船という家具なんですけど、これ結構前に、僕はシェア
渋谷のシェアオフィスで納品させていただいた家具で、29個のバラバラの家具を、まとめて船の形のようなものを作らせていただきました。壊れた偶然の船っていうタイトルをつけて観察をプロジェクトとしています。納品直後でこれが1ヶ月、2ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月と、こんな感じで家具が結構入れ替わり足し替わり、新しいものも入ってきてというふうになってきました。でこれが僕たちの展示のコアとなっているタワーなんですけど、これの一部を、この会場に移築するっていうようなイメージで作っていて、入ってきた時にこういった参照とか僕たちの頭の中にあること言葉とかそういったものが、こっちには頭の中の部分が展示されてて、でこっちには、僕たちが作ったもの建築が展示されていると。まずモジュールとしてこのコンクリートブロックというもののサイズを起点にしています。でコンクリートブロック、基本的にサイズの高さが200なので、それ以外のこの鉄骨であったり木材みたいなものの高さを100なり200なり設定していくと、最小公倍数でどこかで必ずレベルが合ってくると。積層していく部材の中に、横浜なんで赤レンガを使えないかということで使っていて、なんかこの場所土地土地によって全然使われる素材なんかも変えていくと、その場所特有の立ち上がり方なんかしていくんではないかなということを考えています。サーシャと佐藤さんに興味を持っているんで、ロシア館だけで出してくれてたら絶対に満点と出してたんですけど、その後に小石岩住宅であったりとか今のやられてるプロジェクトをいくつか見ててね、ちょっと飽きてきててそのやり方に同じことでいろんなスケールでやられていく、もっとこういう観点こういう角度から違う地平線を見たいと思っているみたいなことをなんか話してくれれば。僕らのスタンスとしてインスタレーションに的にその場で共感できるものっていうよりも、もう少し建築的な行為っていうのは継続的に何か未来に向かって進んでいくものとして感じているので、議論して何か意思を発するものを作ってそれに対して議論する方が建築的な行為なのかなと思って、今回はそういう方法を取ったっていう感じですね。今回皆さんマニフェスト的な言葉を提示する人が多くて、でその中で作ろうっていうのは本当にある意味ではこれからの社会の中での建築の在り方っていうのにすごく触れてるなと思ったんですね。でも万博プロデューサーとしてはそのぐらい作ろうというか社会的に正しい方向の言葉遣いにポジティブに反応せざるを得ないのかもしれないけど、本当にそこがやりたいのこの人たちって、僕はちょっとどっちかというと疑いを持って見てて、多分ご本人たちも作ろうが何を意味しているかっていうのは今まさに考え始めてるところだと思うんですよね。これが OK っていう状態は作らなきゃいけないかなと思っていて、改変時できるからオープンエンドっていうのでは僕らのスタンスとしてはないかなと思っていて、それでやっぱ金継ぎとかある種一定の自分たちの美学の中でのゴールが、でもそれでそのゴールはゴールで全然いいんですけど、ゴールがあるにもかかわらず別のスリットがいくらでもあって世界が隙間だらけで、だから佐々木君の言ってるような隙間の話もそうだし、西倉さんの言ってるような話も基本的には誰か建築家が何かコンセプトって言って全体像を描いたと思ってるけど、その他にも全然別の全体像が無数に描けるじゃないかと、もうそこから始まった建築っていうのがあるんじゃないのぐらいの話をしている一派がいるみたいな。僕はさっきの佐々木のダイアグラムはすごくやっぱり示唆に富んでるなと思って、我々が認知しているいわゆる機能だったりオブジェクトだったりなんだりっていうものの間に緩く広がっていて、エーテルみたいに漂ってるもので全部が柔らかく結び合わされるんですよと、そこ全体を作るのが建築なんですよっていうのをあえて非建築と呼んでいるんだろうなと思って、もう多分この2人こういう会話25年とか30年とかやってるんだろうなみたいな感想を持ちながら聞いてたんですけど、建築の不完全さみたいなものの解像度がものすごい高くなったんだなってことが一つ思いましたね。
端的に淡々と特徴的にやってくれているのは甲斐さんかなと思ったんですけど。一般的な認識として建築はこうであるとか、こういう空間はこうであるべきだとか、例えば今のこの空間であったりとかしても、こういう形式でこういうトークがなされることとか、そういうことに対して無意識でいると、人をこう、人の感覚とか行動とかを抑制してしまうみたいなところに対する罪悪感みたいなのが大きくなってしまっていて、そういうところの、A は A であるって言われているところの A は果たして A なのかっていうところの問い直しからやらないと手がつけられなくなってしまっていて、自分が決定したり縛られちゃった言葉に最後まで呪縛を受けてるなって思うものは多分選ばない。それはやっぱり、例えばコンセプトだったり言葉っていうのは乗り物だと思ってて、最後到着点に着いたら捨てるものだと思っているので、最終的にできたものがやっぱり建築としては全てなのかなっていう、結構純粋な思いがあります。今年は、芦澤さんが審査委員長で、まず全体的なことから始めてちょっとお話しいただければと思うんです。展覧会で皆さんがそれぞれのそういう可能性を示してくれるっていうところで評価しないといけないんだろうなとは思っていて、そういう意味ではなんか展示のでうまく例えばですね、佐々木さんなんかはすごく分かりやすい一切ゴミ出さないよと梱包する箱をそのまま展示物にしていて、それが一つ建築のなんか様相も見せている。でただなんか非建築っていうことをちょっと歌いながらどういう建築の新しさがあるかっていうことが、少し分かりにくかったかなということも感じたのと、もうこれは1位ということではなくて、芦澤さんが金賞を誰にあげるかという現象ですね。それでは審査発表を行います。じゃか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 じゃん。今年のゴールドメダルは、佐々木圭さん。はい、ありがとうございます。皆様大きな拍手をお願いいたします。決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。なんか話の流れ的に僕でいいのかっていう感じがあったんですけど、後で五十嵐さんにぶん殴られないといいなと思ってるんですが、でもなんか他のすごいなんていうんですかね、本当に考えてもなかったようなすごい深いお話議論ができて、すごいまず勉強になって本当にありがたい機会だったなと思っていて、でですね、僕の今回個人の名前で出さなきゃいけなかったんで、どうしても佐々木圭だったんですけど、展示物見ていただくと分かるけどものすごい労力がかかってて、なんでなんかあそこ座ってますけど本当にありがとうございます。なんでこれちょっと泣きそうになってきたよちょっと喋れなかった。そういう意味では本当にゴールドメダル取れたのはありがたいことだなと思ってます。すごい楽しい会でした。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。